他にいらっしゃいますか？どうぞどうぞ。実は気になるんですが、森田先生は、シンガポール映画をここまで興味を持つようになったのは何がきっかけだったんですか？先ほども話しましたよ、僕は1971年から奥さんと一緒にこうシンガポール、主には僕はインドネシアだとかマレーシア、そこにこう旅行していたんですね、アジアとかタイとかで。シンガポールは申し訳ないんですけど、どちらかというとトランジット的な感じだから、インドネシアのジャングルから帰ってくると、やっとこれでセーフティーな場所にセーフティー飯はうまいしということだったんですけど、実はその2006年に友達のシンガポール人がメールくれて、お前さ、全然最近来ないけど、ちょっと遊びにおいでよって言われたんです。そう、じゃあ久しぶりだから行くかって言って、彼はメディアコンにその当時勤めてたんですけど、お前さ、シンガポールに映画があるんだぜ。すみません、恥ずかしながら、僕はそれまで知らんかったんです。映画があるんだぜって言われたのが、ケルビン・トンのザ・メイド。ハングリー・ゴースト・フェスティバルとフィリピン・メイドが、じゃあ、ホラーフィルムですね。あれを見た時に僕はひっくり返ったんです。うわぁ、シンガポールってすげえなと思ったんですね。要するに、その、クオリティがどうのこうのじゃない。ハングリー・ゴースト・フェスティバルっていう一つの習慣です。伝統と、フィリピン人メイドというそのメイドイッシュ。それが長い形で作られる。ということで、じゃあ、ちょっと、こうやってみるかな。言った時に、友達が、お前さ、ケルビン・トンって会いたいって言うから、会いたい。って言ったら、ちょっと待って。これじゃねえ。スマホで、なんか変な日本人がいるって言うんですよ。変な日本人がなんかお前ね、なんて面白いって言うんで、入ってたら、落ちて、ってくれたんです。彼の一番最初の質問、今の僕は忘れないんですけど、お前日本人？そう。なんで日本にはたくさんいい映画もあるし、こんなのにシンガポール映画の研究したいなっていうから、いや、これ近々だって、先ほどのソシャルイッシュがどうのこうのとかわーって話したんですよ。そんななんか日本人もおるんかって話して、じゃあ協力してあげると。次は誰と会いたいとか、常にこうやってくれるんです。だから先ほどそのオープンな雰囲気を僕はすごい好きで、それで、ある意味で僕はチャンスだと思ったんです。っていうのは、あの当時 NLS のライブラリーに行っても、ほとんど学生のテイストないんですよ。シンガポール映画に関して。今はやってますよね。だから、シンガポールでもない。日本は、ゼロですよね。これはパイオニアとしてええかなと。して誰からも結構ケチつけられないし、批判されないし、ちょっと甘えてますけど。というような形の中で、僕、シンガポールやったんですけど、大変なんです。本当にですね、シンガポールという国は、僕に言わせると、底なし沼なんです。ボトムレスのレイクなんですね。ボトムレスレイクって言うんです。ボトムレスポンドってなんですかね。一つのことをやり出すと、さらに分かんないことになる。で、さらに分かんないことになる。それで問題なのは、僕にとっては、英語はそんなにあれではない。そしてマンダリンは一応読めるんですね。だからレポートなんかも読める。だけど、ホッケンが分かんないでしょ。100% 分かんないでしょ。そうすると、ジャック・ネオの例えば映画を見ても、あの登場人物たちが話している時の笑ったり泣いたりする時のニュアンスですよね。これが分からない。だからしょうがないですから、先ほどのメディアコープにいる友達にいつも一緒にいてもらって、大体ケッケケッケと笑うんですよ。物件がよく分かる。だからもう
その時このノートを取ってあのシーンで友達は笑ったと。なぜ笑ったのか。それは英語の字幕では分かんないですよね。だからそうするとあいつがちゃんと説明してくれるわけですよ。これはね、敬語の言葉でこういう話があって、こういう歴史が、まあ、歴史って変な言い方ですけど、こういう話があるんだよ。へえ。ところが僕はそこでショックを覚えたのは、お父さんと子供がいるんだけど、子供は一切笑ってないんですよ。ジャック・レオのやっぱりジョークは、ちょっとね、ソフィスケートされてないよねって感じで冷たい姿勢が。お父さんはキャッキャッキャッとか言って笑ってないし、で僕は何も分かんないから笑うにも笑えないですよね。これでじゃあこう調べていくっていうことになってきた時に、シンガポールっていうのは一見すると簡単なように見えるけど、そのカルチャー、それは本当に深い。その深さっていうのをだんだん分かり始めてるんで、今僕はほとんど頭パンク状態になるんです。これからどうしようかなと、こんなに難しい国がまたそんなようなことでなぜっていうのがありまして、今どんなことで苦しんでますというお話をしていたんですけれども、はい、ではもう一度ありがとうございます。本当にありがとうございました。皆さんこんな長時間聞いていただけるなんて僕すごく嬉しいです。いや、考えたって変ですよね。外国人がその人たちにその国について、その国の映画のことについて話せるんですよ。ちょっとあれだと思いますけど、そういうのを許してくれるのが僕はシンガポールの人たちですから。はい。